皆さんこんにちは。当チャンネル基本的に土曜日に動画を出していますが、先週急に相場が大きく崩れましたので、急遽内容を変更した影響で、当初出す予定だったこちらのテーマ、月末の指数変更の中でも大規模なインパクトのある1、4、7、10月の今回は4月に当たるということで、大きな動きが出る銘柄をご紹介したいと思います。たびたび当チャンネルでも指数変更の動画をお出ししていますけれども、その情報をどのように活かせばいいかわからないといったお声をいただくこともありますので、株価の動きを追いながら、機関投資家あるいは指数を対象にしたヘッジファンドというのも存在しますので、そのあたりご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。今回はトピックスを対象とした指数変更ですけれども、先ほど申し上げた通り、1、4、7、10月の四半期期に大きな入れ替えが行われる指数となっています。実際には各月で小規模な入れ替えというのは発生しているわけですけれども、ご覧の四半期に一度ですね、自社株買いであったり、大株主の保有割合を含めた流通株の調整というのが全銘柄で見直されるわけですね。ちなみに先月は日経平均の入れ替えがありましたけれども、こちらは年2回3月と9月のみとなっていて、それ以外は基本的には大きな動きがない。逆に言えば日経平均の3月9月のイベントは非常に大規模になりやすくて、株価も大きく動きやすいと。予想段階から含めてギャンブル性の高い、どこかの口座から20億ぐらい持ってきて勝負したくなるような、それぞれの指数イベントとなっています。また具体的に月末と申し上げている中で、どの日に取引が大きく発生するかと言いますと、今回対象としているトピックスの場合は月末営業日の1営業日前ということなので、今回はゴールデンウィークが間に挟まってしまうこともあり、対象となる日付は4月26日の金曜日、1週間一度のペースで出している当チャンネルでは27日の土曜日では間に合わないということで臨時に出しているわけですね。またちなみに日経平均の場合は最終営業日ですので、この違いにはご留意いただければと思います。それでは早速、今回4月の26日引けのタイミングで大きな商いが発生しそうな銘柄リストをご覧いただきますと、こちら。それぞれの銘柄でトピックスの構成比率が変化する割合というのを前後で示して、各銘柄ごとにどれくらい構成株数の増減があったか変更割合というところで示しております。そして右側、トピックスを対象指数として運用されているファンドが約100兆円程度あるという仮定のもと、どれぐらい月末に取引が発生するか、想定需要の金額と出来高に換算した時に何日分の平均出来高に当たるかという数字を右の2列で示しております。そして想定金額の大きいものから順番に並べてご覧いただきますと、金額の桁がダントツで大きいのがファーストリテイリング。そもそもトピックスに従来構成されていた株数から 25% 増ということで、大型株の中でこれほどまでに変更が大きいものというのは珍しいかと思います。金額に直しますと約1300億円の買い需要。流動性が高い銘柄ですので、出来高で換算してもあまり大きな数字にはなっていませんが、かなり大規模な買い需要となりそうです。余談ですけれども、ファーストリテイリングの流通株をこれだけ増やすという別の要因については、今回のトピックスではなくて日経平均の方でですね、ファーストリテイリングの構成比率というのがあまりに大きい 10% を超えてくる割合となっていますので、昨年新たに新設されたルール、上限を超えた場合は、当該銘柄の係数を 0.1、つまり 10% 輪切りで落としていくという措置を取られる。その対象になってしまうと日経平均連動ファンドからファーストリテイリングの売りが大きく出てしまうので、その対策にもなっているというところでしょう。また一番右の列、出来高に換算した時の日数インパクトで大きな動きがありそうなのは真ん中のアンビスホールディングス。ただ構成比率というのは 0.7 ベーシスというところから倍増の 1.4 ベーシスなので、かなり規模の小さな銘柄ではありますが、金額にして70億ということで、株価にどれくらい影響を与えるか楽しみな銘柄となってきます。また上から2番目、国際エレクトリックに関しては、直近、今週入ってからですね、大きな動きが見られますので、このあたりも最後の方にご紹介したいと思います。続きまして、逆に売りの動きになりそうな銘柄というのはこちら。金額ベースで最も大きな売り需要が発生するのはリクルートホールディングスの360億。
続いてアウトソーシング240億と入っていますが、こちらに関しては TOB 関連の銘柄ですので無視していただいて、上位の中で目立つ銘柄と言いますと、下から3番目の関西ペイントという銘柄、変更割合が 11.8% の減少、平均出来高の日数インパクトですと3日以上のインパクトになっています。こちらの銘柄もトピックス構成比率ご覧いただきますと、リストの中では青の棒グラフ一番小さなものになっていますので、相対的には大きな銘柄ではないということで、どれくらい株価への影響が出るか注目になってきます。さて、具体的な銘柄リストをご覧いただいたところで、この情報をどのように見ていけばいいか、簡単に実務的な動き、イメージでご覧いただきますと、こちらの時間軸約1ヶ月間として指数の大きな変更が発表されるのがだいたい上旬から中旬にかかる10日前後ですね。そして月末のところで銘柄の入れ替えあるいは売買が行われる日経平均トピックスどちらに関してもこのようなスケジュール感になっていますね。そしてそれぞれの指数を対象として連動するように運用しなければいけない機関投資家がいくつかいるわけですけれども、総じてですね、言えることというのは証券会社をかませて株券の調達あるいは売却を行っていくわけです。まずこの1ヶ月間で証券会社が対象となる株式を集めたり売りさばいたりする。そんなイメージですね。そしてその株式売買の実需として対象となってくる機関投資家というのがまずヘッジファンド。こちらは今回のような指数の入れ替えを対象とした鞘取りを狙う専門家たちです。そしてそのような鞘取りが成立する背景には日経平均やトピックスを対象として運用している年金資産 GPF であったり、大きな企業でしたら企業年金、単体でファンドを蘇生したりですね。さらに他の参加者として最も大きなところは日銀が大量保有している ETF であったり、投資信託ですね。こういったところが指数の銘柄入れ替えに実需として参加してくる機関投資家たちです。そうすると証券会社は彼らの需要に合わせて仲介をしていきますので、どれくらいの株券を集めればいいのか、実際に長期保有していかなければいけない右側の2種類ですね。年金運用であったり ETF 投資信託。先ほど例えばトピックスが100兆円ぐらいというふうに申し上げましたが、そこからどれぐらいの需要が発生するか、そのすべての需要を 100% としたときに発表されてから入れ替えの対象日にかけて少しずつですね、入れ替えの対象日の方に寄せながらだんだんと積み上げていくわけですけれども、その対象となる日までに7、8割方埋めとけば十分と、そういったイメージで株券を少しずつ集めていきます。ただヘッジファンドに関しては発表日より前にイラストが描かれていますけれども、このイラストの位置というのは意味がありまして、ヘッジファンドは予想の段階からですね、早めに動き出すことで指数入れ替えによる株価の動きの利ざやをより多く取ろうとするわけですね。発表日にも対象の銘柄に大きな株価の動きがあるのは皆さんもご覧になったことがあるかと思います。また年金と投資信託では年金の方が早めに動くことが可能です。さすがに発表前からというのはなかなか動けませんけれども、発表されてから入れ替えの間でしたら売買が集中する入れ替え日に高い値段での買いあるいは安い値段での売りをさせられるぐらいだったら多少分割して前倒し取引をする。その自由度が高いのは年金の方ですね。そして投資信託、特に上場している ETF なんかは最も自由度が低い。指数の入れ替えはスケジュール通り対象となる入れ替え日にほとんどおおむねの売買を行う必要があります。例えば買いのサイドの銘柄でお話ししますと、基本的には年金、投資信託の需要に対応するために証券会社がだんだんと買い集めていくわけですが、ヘッジファンドに関してはそもそも発表日の前からリスクを取るあたりからも想像つきますが、例えば発表前に予想していた銘柄が実際当たりだった場合、株価が大きく上がれば、一旦ですね、利益確定ということで吐き出す、そういった動きも見せてきます。そこからですね、実際に入れ替えの対象となる日、後から振り返れば株価の動きというのはわかりますけれども、実際に走っている間というのは、月末にいくらつけてくれるかというのはわかりませんので、随時需要があるという前提のもと、ポジションを取っては、ある程度満足のいくような水準まで上がれば、利確をする。そんな動きを繰り返しているわけですね。そして1ヶ月最後の方に近づくにつれて、入れ替えの対象となりますので、ヘッジファンドも新たなポジションを構築するのをやめるか、もしくはそこまで粘ったけれども、もう吐き出す。月末の入れ替え日に実需として必要としている投資信託や年金に売り渡すというような
そんなイメージです。そして証券会社の方でゲージが8割方まで上がってますけれども、少し足りてない部分、バッファーの部分というのは、足りなかったらですね、どこかから借りてきて一時的に穴埋めをしておいて、入れ替え対象となっている日以降に、つまり翌月の月初ですね、買い戻しをして返却をすればよいと。そんなような事務フローになってきます。ですので、例えば、入れ替えの日に買いの銘柄なのに、引けに大きく株価がスコンと下がってしまった。そんな銘柄もたびたびあるわけですけれども、それはですね、事前にヘッジファンドが大きなポジションを取りすぎていた時です。今こちら株券のイラスト3枚ありますけれども、少し時間を戻しましてですね、この最後の入れ替え日に向かっていく株券の需要、これヘッジファンドが投げてくるわけですね。ここから月末にこのイベントでのさや取りは満足したということで、実需の方に向かって動きがいくわけですけれども、この最後の株券、ヘッジファンドの持っている部分というのが、あまりにですね、大きくなりすぎる。証券会社としてはフルで集めてないにもかかわらず、事前にヘッジファンドが持っていた株券というのがあまりに大量になってしまうと、買い需要の銘柄であっても、最後入れ替えの日の大引けのところで、ドンと株価落ちてしまうことがあるわけですね。逆にですね、入れ替えの日の後にもかかわらず、株価がどんどん上がっていく場合というのは、証券会社の中で集めきれていない部分というのを穴埋めしている動きというふうになってきます。さて先月3月末には日経平均の入れ替えがありましたけれども、買いの対象となった銘柄は、こちら3つプラス1つ。左からソシオネクストとディスコ、ZOZO が新規採用で、一番右のニトリは前々回9月末に半分採用されて、流動性の問題で残りの半分を今回の3月末に持ち越していたものです。ご覧いただいている表は上から順番に先ほどのイラストでいうところの証券会社、これが想定している総需要、ソシオネクストだと3000万株、ディスコだと600万株といったような具合ですね。これに対して指数入れ替えの実施日ですね。月末のところの1日で前場後場大引けに分けたときに、それぞれの局面でどれぐらいの出来高が発生しているか。例えばソシオネクストだと前場で1053万株、後場で2838万株、大引けで1523万株となっていますね。この出来高がそれぞれで指数の需要に対して何%になっているかというのと、1日全体の何%になっているかというのが下2行の比率となっています。そしてですね、それぞれの色でハイライトされているのがグループ分けになっているわけですけれども、どのような特徴があるか。まずは薄い黄色のところですね。ソシオネクストの大引け、そしてディスコの大引け、ZOZO の大引け、新規採用の3銘柄大引けで実需の 50% ぐらいが出てくるというデータになっています。そしてニトリだけは流動性の問題か 75% 大引けで出てきている。少なくとも半分以上は入れ替え対象日の最後の15時の瞬間に注文が上がってくるというわけですね。そして今度は濃いオレンジのところ、5番のタイミングではソシオネクストが 95%、さらにニトリも同じような数字で 97% と、指数の需要に対してほぼ同数の出来高が対象日の5番に出てくると、さらにハイライトしてませんけれども、ディスコも 76% 5番に出てきていますので、皆さんも記憶に新しいかと思いますが、3月の最終営業日、それぞれの銘柄で昼休み以降ですね、順次かなり大きな動きを見せてきたのが特徴的だったかと思います。さらにですね、1日を通して出来高がどこに分布しているのかご覧いただきますと、緑のハイライトの部分がソシオネクストとディスコで、ピンクのハイライトが ZOZO とニトリですね。そうすると、ソシオネクストとディスコは、だいたい前場後場大引けで2対5対3といったような比率。そして ZOZO ニトリに関しては、前場後場大引けの比率 4%、54%、42% と全く同じ数字が出てきたわけですね。これ表の計算間違えているわけではありません。1日の中で5場が半分ぐらいを占めていて、流動性懸念されるような銘柄だと前場にも少し割り振られるけれども、その分大引けのところが減る。そんなイメージですね。それなりに流動性で逼迫するような銘柄にもかかわらず、前場で比率が少なかった。5場からより急速に盛り上がってきた銘柄というのは、一番右のニトリですね。株価にも大きな影響が出やすいと。そんなような振り返りとなりました。このあたりのデータが指数入れ替えの実施日にどこでポジションを取ってどのタイミングで利益確定をしようと考えるのか、随時出来高の動き見ながら、まだ需要が出てないな、あるいは需要が大きすぎるな、そういったことを今後考えながらご判断いただける材料になるんではないでしょうか。それではここまでのお話を踏まえて、
今回のトピックス入れ替え対象で大きなインパクトになりそうな銘柄、まずは買いの方で、先ほどピックアップした2銘柄、まずはファーストリテイリングですけれども、発表日前後の価格帯で出来高の一つ目の山44,000円の水準、そして株価大きく崩れて4万円、ここまでタッチするかしないかのところで大きな出来高の山をつけています。ですので発表日基準で指数に対して大きく下の方に乖離したというふうに判断すれば、残り1週間切ったタイミングですので、そろそろヘッジファンド実需ともに前倒しで入ってくるようなタイミングになってきているかと思われます。そしてもう一つの銘柄は、出来高換算した時の日数が大きかったアンビスですけれども、こちらに関しては大きな出来高になっているのが2400円の価格帯でしたが、先週金曜日大きく下落したところでは2200円でも同じような水準感で出来高がついています。こちらに関しては発表日以降値持ちが良かったので指数対比で利益が出ている、随時確定をしながらという動き、上の方の出来高の山ですね。それに対して先週末の大きな下落を見せたところでもう一度入ってくるような、そんなヘッジファンドの動きが想定されるような株価の推移となっています。具体的に株価の推移ご覧いただきますと、こちら水色のアンビスは今ご覧いただいたように4月の10日以降トピックスに対して情報に乖離していますので値持ちが良かったんですが、先週末大きく下がったところで再び買いが入っている。そして黄色のラインファーストリテイリングに関してはずっと下方向に下がっていましたので、ここまで利ザヤとしては取れていないような動きですけれども、今週に入って大きく上に上がってきた。ここまで下がりきったところですと、ヘッジファンドあるいは証券会社、年金運用や投資信託といった実需に対応するための株券集めというのが入ってくる水準感になっている。それが出来高にも現れているような現状ですね。今度は売りの方ですね。金額的に最も大きな売却となるリクルートの出来高。まず相場が崩れる前6800円の水準感。あと少し目立つのが6200円以下のところですね。そしてもう一つ売りの銘柄で、出来高換算の日数が大きなこちらの銘柄、関西ペイントですけれども、こちらは出来高の分布ご覧いただきますと、2100円のところが最も大きくなっていますけれども、そもそも株価自体の値持ちがいいということで、そんなに出来高の分布にはブレはなさそうに見受けられます。そしてこちらの2銘柄の株価推移、4月10日以降でご覧いただきますと、リクルートホールディングスの方が指数に対して上下動激しい黄色のラインですね。一方水色の関西ペイントはほとんどトピックスと同じような動きをしているということで、今回の場合ヘッジファンドが動くとしたら、リクルートや関西ペイントの売りポジションを持ちますので、逆サイドのヘッジとしてトピックスを買い持ちした場合には、利益が出ているのはリクルートホールディングスの方ですね。4月の10日の段階で青のライントピックスと乖離が小さくなっていく、幅が狭まっていく方が利益が出るということなので、例えばですけれどもこのあたりでヘッジファンドが入って先週末あたり一度抜けていれば大きな利益が得られた。そして下がったところでさらに月末にかけてまだ1週間ありますので、もう一度再取りをしようと動いてきているというのが出来高の山2つつけている、そのような現状が推測されます。最後にですね、株価週明けに大きく下落した国際エレクトリック。こちら買い銘柄の金額で2番目に上がっている銘柄ですけれども、上場してから大株主の売却が制限される期間、これが解除されるということで、ロックアップ期間の終了、これとともに大きな株価の下落が週明けに見られました。そうするとこちら買い銘柄ですので、下がったところで買って、指数と比べて上向いてきたところで抜けて、もう一回下がったらまた買って、そのような繰り返しをするだけでかなり再取りができるというわけですね。しかもロックアップ期間の終了というのは当然前々から分かっていることですので、大きく下がったところでは指数イベントも相まって出来高膨らんでくるんではないかと、月末にかけて想定されるような銘柄ですね。ということで今回は実際の機関投資家あるいはヘッジファンドの動きをイメージしていただきながら、株価の推移や月末の需要というのをご覧いただきました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。指数の入れ替えについては定期的に当チャンネル取り上げていますので、情報収集お役に立ちそうだなと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。